にちは、メイです。最近秋をテーマにしたクリエイトにハマっているので、新しく落ち葉のマイレザを描きました。これからの季節にぴったりで、赤い広葉樹から黄色い広葉樹の色にも対応しています。今回はまずはじめにマイレザの紹介をした後にマイレザの使い方、その後に実際に街角を作っていきます。今回の主役の引き立て役となってくれるマイレザはこちらです。ふんわりリアルに仕上げたのと、秋の季節すべて使えるようにしました。実際に使ってみるとこんな感じです。透明なマスがあるので既存の道との組み合わせもできます。各道と落ち葉のデザインを組み合わせるとこんな感じになります。おすすめは上の一列です。特に土の道との相性は抜群なので、今から少しだけ使い方を紹介します。今から並木道を作ります。まず木の中心に土の道を敷きます。落ち葉と並木道はかなり相性がいいので、簡単に島クリエイトにも取り入れられると思います。道が敷けたら落ち葉のマイデザインを敷いていきます。ここで自然に見せるためのポイントですが、道の端に三角形を交互に作るイメージで敷いていくと自然に見えます。こんな感じで土の道をちら見せします。まだ不自然なので黄色い落ち葉を追加します。これを土の道の部分に置くとさらに自然な感じになります。木の周りを落ち葉で適当に埋めます。これだけでも簡単に並木道が作れます。これは田舎な感じなんですけど、さらに都会的にするならもっと整備が必要です。木が多いのでまずは減らします。余白を意識するとおしゃれな雰囲気につながります。マイレザを少しだけ手直しして家具を置いていきます。木と木の間に街灯を並べていきます。旗付きの街灯や丸い街灯、素朴なパーティーライトなどもおすすめです。これだけでも少し雰囲気が出てきましたね。さらにベンチを置いて都会の片隅にありそうな雰囲気を出していきます。仕上げにスズムシやコオロギなどを置いて秋の雰囲気を高めます。特に見せたくない場合は木の裏に置くのがおすすめです。並木道は完成したので時間を調整します。夕方より少し暗めの夜で明かりがつくくらいだと最高の時間帯ですね。秋の雰囲気にぴったりだと思います。両側を適当に飾るとこんな感じです。もっといい感じのレイアウトが皆さんにはできると思うので、いい感じの並木道ができたよという方はぜひ SNS でメンションしてお知らせください。それでは本編へどうぞ。ようやく庭作り編です。今回の場所は E の6です。地図で言うとここですね。春の場所ですが秋に変更して作っていきます。では家の概要です。広葉樹が赤ということと秋を強調したいので赤っぽいブラウンをメインで使っています。まずは道を作っていきます。真ん中にある階段からずれていますが、今回は庭のレイアウト重視でいきたいので自由に道を作っていきます。時にはこうやってずらして作るのもありかもしれませんね。次は家周りを作っていきます。ここは閑静な住宅街の一角みたいな感じをイメージして作っていきます。なのでなるべく世界のどこかにこういう家ありそうだなというありがちな家にします。定義が難しいのですが、玄関先に門灯があって庭を囲う植物があってという感じです。近所にありそうなハロウィンを楽しんでいる家という感じにします。その方がイメージしやすいかもしれないですね。キノコの原木とキノコの組み合わせが気に入っていて最近よくやります。自然な感じがよく出るので好きですね。家の庭を完成させるためにあえて先に道の先を作ります。先に作りたいものを作ることでバランス調整がしやすくなります。島クリエイトなら土地を広げるだけですが、庭作りは作りたいものを先に作るというのを意識するといいかもしれません。この微妙な隙間が気になるので観葉植物で隠します。
で隙間が隠れていい感じになりましたね。ここの観葉植物の色は深い緑のものがベストだと思います。前の動画でお話ししましたが、赤は緑との相性がいいからです。赤の入ったレイアウトを詳しく知りたい方はこちらの動画もチェックしてみてくださいね。次は左側を作ります。住宅街の一角を作りたいので、中世の街並みを左側に並べていきます。今並べた横に木を縦一直線に並べていきます。住宅街は整備されていることが多いので、なるべく並べます。大きな公園などは別ですが、街中だと大体同じ背丈の木が均等に並べられていると思います。木の配置を変えるだけでも街っぽさ、自然らしさが表現できるので、自分の島や庭作りのテーマに合わせた植え方をするとより素敵になると思います。ここに落ち葉の焚き火で秋を楽しむ埴輪たちの場所を作っていきます。埴輪をちょっとずつ使いこなせてきているので、いつか特集を組みたいですね。次は右下を作っていきます。右下は住民たちが楽しむ用の簡易パーティー会場です。秋の雰囲気に合うように茶色やオレンジなどの家具をメインに飾ります。サンクスギビングや匠ライフの家具は暖かい色が多いのでおすすめです。最近海外で熱盛のモッドがとても流行っていますよね。新しい家具を自分たちで実装できるようにする改造なんですけど、正直めちゃくちゃ素敵なんですよね。任天堂の規約違反なんですけどね。水中に家具が置けたり、パーゴラの下に家具が置けたり、建物を建てれたり、次回作では自分たちで家具を作れるようになるといいですよね。そうしたら永遠に動物の森は終わらないと思うんです。秋っぽさを深めるためにどんぐりや落ち葉、きのこを飾っていきます。自分で家具を作れるとしたら現実にあるようなおしゃれ家具実装したいですね。これで全ての家具を飾り付け終わりました。このままでもすっきりしていていいんですけど、今回は落ち葉のマイルザを敷いて秋を深めていきます。まずは家の前のレンガから敷いていきます。落ち葉のマイルザの真ん中だけでも使えるので、まずは草地の部分全体に敷いていきます。よりリアルに使いたい方は全て使っていただくことをお勧めします。下の切れ目には下のマイレザを敷くなど、端に合わせたマイレザを敷いていきます。今回は狭いので前面に落ち葉のマイレザを敷きましたが、島クリエイトなど広い範囲で落ち葉を敷くときは前面に敷かずに敷かれていない場所を作るとリアルな仕上がりになります。これで全て敷き終わりました。敷いていない時と比べると、敷いている時の方が秋っぽさがかなり出ますね。これだとまだマイレザの切れ目などが気になるので、黄色い落ち葉を置いていきます。道の端や隙間の気になる場所に置くといいかと思います。これで全て完成です。秋らしさがかなり深まりましたね。今回は街風だったのですが、これをもっと田舎風にするとこんな感じにもできます。ハピパラの庭だったのでかなり狭いのですが、大きな湖とかがあってもおしゃれな雰囲気が出ると思います。獣道などがなくてもデフォルトにある土の道を使えば田舎の雰囲気が醸し出せます。全体としてはこんな感じになっています。家と池があるだけの単純なレイアウトですが、落ち葉があるだけで凝っているように見えますね。人の心理的効果を狙っているので凝っている風に見えるんですよね。よかったら使ってみてくださいね。落ち葉のマイレザを使った庭クリエイトはいかがだったでしょうか。都会にも田舎にも対応しているので、ぜひ使っていただけたら嬉しいです。紅葉を見に行きたいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今
今回のおまけはこの2話の完成動画です。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。